こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート3始めていきます。今回はチコ村からスタート。お供にスポットが当たるところですね。普段は完全に音も外してるよ。タゲ取られるとハンマーには致命的だからね。最初のミッションはババコンガ討伐。野良お供のピンチを救いに行くぞ。コンガ素材は残念ながらハンマーに縁がありません。武器防具どちらも素材使いませんね。なんなら大きな骨が一番使うかもな。集めるならこいつじゃなくていいけど。ザンダの肉質はまあどっこいってところか。頭に打撃が通りやすいのはいいね。スタンプなら頭がよく吸ってくれますからね。ハンマーと相性はいい方だと思います。この子は見どころも少ないんで、さっさと倒しちゃいましょう。5分ちょい戦って瀕死になった。ちなみに、睡眠属性による眠りは1回もない。属性値100だと全然寝ませんね。これ1回寝たらいい方かもしれません。ハンマーは無理に手数を出すと強くないので、本当におまけ程度のものでしたね。メイン武器になるかと思ったんだが、そうもいかないみたいだな。とりあえずストーリーは進行しました。次はモンニャン隊を助けに行きますよ。ちなみに、この間に筆頭ハンターたちが旅立つよ。彼らはゴマを追うみたいだね。我々はザボアザギル狩猟に集中しよう。初の氷海クエだ。氷海も行こうと思えばイベクエで行けます。ハンマー的には行く意味はないですけどね。フローズンコア系列は上位からだね。下位にあれば面白そうだったが。その代わりになるのがこのザボア素材の武器。素材集めを重視していきたい。肉質は打撃が微有利って感じですが、膨張値まで含めるとどっこいですかね。この子、氷があると非常に肉質が渋いので、さっさと膨らんでほしいです。膨張時は物理66も通る。全身急所とかすね。お、来た来た。それを待ってたよ。アシュと違って柔らかくなって鈍くなるただの的。何を思って膨張するんでしょうかね。一応のしかかるような攻撃はするから、それなりに自信がある形態なんじゃないか。それにしてもお供がいるのが違和感だ。ポカポカ等関連は連れてないと進行できない。名前が土って、いくらなんでも適当すぎやしませんか。だってしばらく使う気もなかったし、後々合体術使う可能性はあるけどな。我々、ゲームキャラに名前つけるの下手なんだ。ならシンプルな方がわかりやすいだろ。お供には申し訳ないです。我々の元に来たのが運の尽き。ザボアは適当に殴ってたら片付きました。ハンマーとの相性はそこそこ。サブタゲ達成してないのは良くないね。ヒレをたくさん使う予定があるんだが。今はいいか。ストーリーを進めよう。お供関連はこれで一段落。本筋の方で進展があります。なんと船を飛行船に改造するらしい。改造でいけるのかよ。設計時に飛行は想定してなさそうですけどね。この世界だとそうでもないんでしょうか。改造は殴り村ですが、まだチコ村でやることがあります。ガララが登場ですね。ガララは確か相性良かったはず。このまま行こう。よし、ガララ戦だ。だんだんと大物が増えてきたな。ゴリ押しじゃ厳しくなってきますね。丁寧に立ち回らないといけません。肉質はザンダでほぼ変わらず、打撃がほんのわずかに有利でしょうかね。ハンマーの場合はノリから入るのがいい。普通にしてると頭狙えないからね。使って分かったが、ハンマーはノリ蓄積が強い。ダメ空中スタンプ一発で乗れたりする。これ、ダメ段階で蓄積値も上がるんでしょうか。何にせよこれは明確な強みでしょうね。したらば頭へゴー。今回はいらないですが、くちばしが狙えます。今のうち言っとくけど、今回はゴアニザミ作らないよ。というか、ハンマー1本だとかなり作るのが難しい。ゴアメイルに黒色竜の尻尾が必要なんですが、尻尾切断でしか入手できないんですよね。つまりブーメランを使うほかありません。さすがに面倒すぎて諦めました。もともと、ハンマーだと匠より防御スキルが欲しいしね。構想になかったのが救いかな。今後こういうのまたありそうだ。怖くて仕方ないぜ。ガララの戦闘はうまくいきました。7分10秒で討伐完了です。ノリが強いと背中破壊がはかどるね。硬い相手だとありがたいわ。素材の使い道は微妙なとこですけどね。とりあえず武器には縁がありません。ガララ防具は聴覚保護が優秀だけど、貝でわざわざ作るかというと怪しいラインだ。頭にくちばし使ったりしますしね。多分作りません。ガララをクリアするとキッチンがパワーアップ。料理回りはかなり重要だね。体力10でもだいぶ耐久力変わりますからね。どんどん食材レベルを上げていきたいところ。というわけで、お次はリオレイヤの討伐になります。ここテヒリューの代表が登場です。実は、昔の MH ロゴに載ってたのはレウスでなくレイヤ。個人的にはワイバーンの代表といえばこいつだ。初期はボスモース全般を飛竜と呼んでましたね。ワイバーンってのはその時のくくり方です。昔話はそこそこにレイヤ戦です。相性は普通にいいと思います。肉質は打撃不利だけどね。倒す分には全く問題ない。
困るのは V 破壊のしづらさ、翼は硬いし尻尾も切れん。ハンマー的にはレイヤ素材あんまりいらないので、今回の旅では問題なさそうですけどね。レイヤ防具は耳栓がつくシリーズもあるんですが、4G では使い道がマジでありません。非属性強化はいいけど体力スキルがな。スキルが食事の完全劣化ってお前。そういえば、体力スキルって最近見ませんね。ナウでは実装されてるみたいですけど。まあ、普通にいらないしね。体力増強まで行くと強すぎるし。レイヤ戦も順調ですね。飛竜系のスタンダードでやりやすいです。個人的に、4以降のクックは先生らしさを感じない。レイヤの方がよっぽど基本的な動作してると思うね。低空の女王以外はちゃんと先生やってますもんね。G 級のクックとか見てると確かにそうかも。元気のひるみでスタンプが透かりました。これ非常によくあります。元気の発生は状態以上の爆破に近い。一定の耐性値を削ると起こるようだ。そもそも疲労自体が完全有利とは言い切れないから、このひるみも邪魔なだけだね。この点も打撃武器には逆風ですよね。ただ時間がかかるだけになってます。リアルな生き物感を出すのはいいんだけどね。代行手段が薄いよね毎回。てなわけでレイヤもクリア。5分台とそれなりのタイム。さて、これでチコ村の依頼も一段落でしょうか。いよいよ飛行船作りですかね。なんてことなかった。ここで筆頭たちがゴマ討伐に失敗するぞ。筆頭クラス4人がかりで貝1匹に敗北。突っ込みどころではありますが我慢ですよ。ギルドは大騒ぎだそうで、上位区へ扱うところが騒いでんなら大変なんでしょう。筆頭ガンナーが弱ってるシーンは貴重だ。この人だけなかなかフィーチャーされないからね。ともかく筆頭を探しに行かないとまずい。どこにいるかも知らんが。さらに筆頭お供までいなくなりました。特に思い入れはないですが心配です。とりあえず探索すればいいらしい。ほんとか？ほんとでした。探索したらすぐ見つかりましたよ。ここでゴマちゃん2回目の顔見せです。前回戦場より広くて安心。恐竜化しない以外は普通のゴマ戦だ。ここで慣れとけってことだね。条件はダメージか時間経過かわからんが、とにかく筆頭が逃げる間引きつけるぞ。前回は無様にも映ってしまいました。今回はスマートに行きたいものです。地味だけどスタミナが125から増やせん。携帯食料を引けなかった。この段階だと元気ドリンクも量産できる限りだから、やはり樹海クエはやや不利だな。商人のところもちゃんと通ってるんですがね。基本攻略優先なので、アイテム周りは窮屈です。2分ほど戦うとゴマがエリア移動。これは時間経過っぽいかな。飛びまくって全然攻撃できませんでしたからね。ろくに削れてないと思います。通路を塞ぐ岩は、ルーキーが爆弾で破壊するそうです。こんな至近距離で発見されても。まあ、調合素材持ってるだけ偉いと思う。これで次のエリアだ。続く川エリアで追いつかれました。ここでも普通の戦闘していきます。このクエはサクッとお送りしようかな。めたいけどこの後すぐ討伐クエあるからね。ハンマーとゴマの相性はそこそこいいと思います。スタンはちゃんと取れてますね。ただ、この戦闘でも睡眠は1回も入らなかったね。早くランク上げて強化したいな。2回スタンが入ったところで撃退完了。川エリアでは3分間ほど戦ってたね。こっちはダメージ基準な気がしますが、どうでしょうね。その後戻って正式にゴマ討伐を依頼されます。いきなり筆頭4人分の仕事を任されましたね。よく考えると、ここ信頼されすぎな感じするよね。実績あるから仕方ないけどさ。マルチでは下手くそ4人集まっても早く失敗するので、変なとこリアルですね。ということで、星5昇格の緊急クエが出現。場所は遺跡平原です。恐竜化の対処大丈夫かな？せめて触覚はちゃんと壊そう。いざパッケージモンスターと対峙。初期位置はよりによってエリア7だよ。しかも、最初から恐竜化しています。緊急クエ限定の演出ですね。これ、汎用クエと難易度がかなり違います。常設になるとエリア2から開始なんですけどね。一応サブトギが達成しやすいメリットはあるけど、地形がいただけないね。微妙に傾斜入ってるのが鬱陶しいんですよね。足を取られないよう気をつけましょう。恐竜化時は暗くなってただでさえ視界が悪い。相手との距離感がバグりやすいね。さて、それじゃ改めて肉質チェックいこうか。頭が微妙に硬い以外は斬撃と変わらんね。しかしまあ、ハンマーが強くないのが実感できますね。何度も触れてますけど。たった5の差でも、それだけで 7% の軽くさ。攻撃スキル1個分のハンデを追ってる計算ですよ。それでいて機動力もないからねこの武器。抜刀時の速度は普通だが。回避するとためが解除されちゃうのがだるすぎ。スタミナ消費損になるし。この仕様、昔っからこうだったはずなんですけど、トップ4を使ってると完全にいらん要素ですよね。頭を集中攻撃して恐竜化を解除。戦闘自体に問題はなさそうだな。意外とちゃんと戦えてますね。
大ぶりなタイプとハンマーは相性がいいかも。素材は置いといて、まずはクリアを目指します。星5に行くことが重要。ゴアハンマー、切れ味短くて使いづらいしな。当面は素材の出番もなさそうだよね。次の防具更新をどうするかかなり迷ってる。耳線系で行くか作りやすいもので済ますか。その他回避系の選択肢もありますね。焦らず揃えていきましょう。やべえ、休眠エリアで下りまくってる。ここも大概クソ地形なんだが。斜面と段差があって動きづらいことこの上ないですね。ここで交戦することはあまりありませんけど。結局15分近くかかって討伐完了しました。削ってからがしんどかったです。これ、シャガルとか大丈夫かな。今から不安になってきた。ともあれ、これで任務完了です。晴れて殴り村に船の改造に行けますね。あ、激鱗出た。戻ったらギルドのみんなで称えてくれるよ。悪くない気分だね。なぜかお供も一緒に倒した感出しています。連れてってないんですが。筆頭リーダーにも認めてもらえるし、これで一件落着さ。一人で筆頭クラス4人分以上の仕事。よく考えたらとんでもない成果です。そんなわけでようやくですが殴り村に向かいます。ストーリーはすでに進行していますよ。いくつかの二等区へと指定火山がここで解禁だ。そろそろ武器が強化できる段階だね。粘石炭を掘るために邪魔なグラビ討伐を依頼されます。次の大物はこれですか。が、その前に武器強化をしたいと思います。クラスターハンマーが思ったより弱いので。ちょうどグレン石があれば回にできるね。まずはこれを集めてこよう。世紀の悪マップこと火山に来ました。溶岩が満ちた地底洞窟ですね。クエストは粘石炭を集めるもの。火山の採掘クエといえばこれですよね。グラビーいると掘れないんじゃないのと思いつつ、このクエにもグラビが出現するんだよね。もちろん、グラビは無視で鉱石だけ掘っていく。グレン石は低確率だがどうかな。エリア8まで一つも掘れませんでした。センサー働いてますね。当然とばかりに報酬でも出なかった。仕方ないから2周目行くぞ。あ、やっと出た。結局2周目も1個だけか。必要数は2個。報酬で出るのを祈りつつデスルーラします。おお、報酬で2個出ましたね。ナイスです。よし、いいね。上鎧が集まるのもありがたい。ペット影雲のトゲも集めていざ武器強化。少しだけ強くなるぞ。倍率10はそこそこですが、睡眠プラス40がでかそう。さてどうなるでしょうか。早速キークエのグラビ君へ GO。これをコンパートの締めとします。本格的に星5への攻略開始だ。村会も後半戦だね。グラビモス戦参ります。開幕、目を離していてビームを食らってしまいました。シームレスな演出ならではの現象だね。意外と猶予がなくてビビったぞ。まずは肉質チェックだ。グラビといえば打撃有利なイメージだが。4G でもその傾向は変わらず、全体的に斬撃より有利になっています。ただし、足の破壊前丈は斬撃よりもなぜか通らず、弾かれてしまうのが残念ですね。グラビは足破壊までが面倒なんだけど、むしろ壊しづらくなってんだよな。足破壊を考えると水属性が欲しいが、イベクエなしだとまだ用意できないね。DLC ありなんで、ダレン武器を用意できるんですけど、グラビのためだけにかける手間ではないですね。ということで普通に戦っていきます。支給品の爆弾と睡眠属性を合わせたいところ。お、スタン取れたぞ。バサルグラビのスタンって面白いよな。普通のダウンとは違うのた打ち回り方をします。見てる分には面白いです。ただし、スタン自体の旨味が薄いのが難点。腹壊さないと弱点がなく、チャンスになりません。スタン時間も妙に短いからね。転がってる時も消費されてるっぽい。こりゃ早めに足壊さんとダメだな。攻撃は積極的に行こう。お、出ましたよ。これは爆弾チャンス。ルナハが最高に不穏なんだけど、さすがに大丈夫だよな。大丈夫じゃありませんでした。小型の悪いとこ出てますね。この野郎、往年のモンハンあるあるかましやがって。しかし困ったなこれ。爆弾丸々無駄にしたっぽいぞ。村会だから爆弾ダメ相当効率いいと思うんですけど、だいぶ下りそうですね。その後、案の定しっかり下りました。すでに18分以上経過しています。途中ペイントが切れて2、3分探す羽目になった。今後は地底火山とブナハアンチになります。それ以前に無属性武器はグラビ普通にきつい。当たり前の話だけどさ。チャークだと調質のビンダメでごまかせますからね。攻略段階での汎用性の高さを感じます。4G で爆裂強化されたのは喜ばしいんだけど、ほんと打撃泣かせの武器になったよな。つうわけで19分かかってクリア。最後クーラーすら切れてきつかったわ。いろいろ考えさせられるクエストでした。チャークでの攻略は一旦忘れないといけませんね。苦労した甲斐はあり、無事飛行船が完成。
次回、いよいよ品戸村に旅立ちます。この辺からハンマー面白くなってくるよ。いろんな武器が作れるようになる。防具もそろそろパワーアップしたいですね。こちらもお楽しみに。ほいじゃ、次の動画で。またね。